こんばんは。はるです。今回はショーダウンシリーズについて解説をしていきたいなと思います。今週末からですね、開始予定になってます。こちらの期間はですね、過去作にもあったものになりますので、過去作を振り返りながらですね、解説していきたいなというふうに思います。なので、今作から始めた方だったりとかは、少しでも参考にしていただければなと思います。まずはショーダウンシリーズ、どういう風な期間になるのかという話になるんですけれども、1週間にわたってですね、ショーダウンのカードが登場すると、そういう期間になってますね。毎日 SBC でショーダウンの選手たちが登場するということで、新イベントのカードっていうのはないですね。なので、だからイベントっていうよりかは、ショーダウンシリーズっていう、期間という風に思ってもらえたらいいかなと、いう風には思いますね。そして今作ね、何回か出てはいるんですけれども、ショーダウンカードについてもおさらいしたいなと思いますね。注目試合っていうのを対象に、EA が決めるんですけれども、注目マッチを対象にして、それぞれ選手ね、1名が選ばれて、勝敗でアップグレードされると、そういう風なカードになってますね。勝てばプラス2、引き分ければ両方プラス1、で、負けた方はプラス0、何も変わらないという風なことになる、ちょっとアップグレーがある、そんなSBC の、カードにはなってますね。なので結構ね、このショーダウンカードによって応援するっていう気持ちもね、生まれますし、勝った時はね、より嬉しいというか、こっち勝ったからやっぱこのカードプラスにでかいなっていう風に思えるので、個人的には好きなね、カードの一つでもありますね。そしてここからはですね、過去作に配されていた選手たちを見ていきたいなというふうに思います。こちらになります。こちら前作 FIFA23 のショーダウンシリーズの期間に登場をしていた選手たちになりますね。先ほど話をした通り、新イベントのカードっていうのはないので、過去に配されていた選手が再びですね、再配出という風な形で、この1週間パックから出るという風なことになってました。なのでパックからはこういう特殊の選手たちで、SBC はショーダウンのカードっていう風な感じ。こういう1週間に今年もなるんじゃないかなと思いますね。前作で言うとウィンターワールドカードのベンゼマだったりとかが非常に値段が高くって人気選手だったので、この人を目玉として再び配送されて、あとはペドリだったりとかケインだったりとかジェズスだったりとか、あとはハーランド OTW っていう風なカードが結構最初ら辺のイベントで来たんですけれども、この選手も再配送されまして、あとはディバラだったりとか、ベラッティとかいろいろいるという風なことですね。こういうカードたちが再び排出をされ始めたというふうなことですね。で、今作で言うと、すでに EA 公式の方から情報が出てまして、FC バーサスだったりとか、ウィンターワールドカード、また TOTGS の選手たちが再び配送されるというふうなことが、すでにこれ EA の公式で、決まってはいます。この3つのカードだけじゃないとは思うんですけれども、このバーサスだったりとか、ウィンターワールドとか TOTGS の選手たち、多分、全員じゃないと思いますけど、一部の選手たちとかは再び、再配されるという風なことになるんじゃないかと思いますね。なので結構、ラッシュだったりとか、あとは、ロナウドとか、TOT とか、バペとか、ベリンガムとか、っていう風な感じ、多分また出てくるんじゃないかなという風には思いますね。そして最後にですね、SBC で来ていた選手を紹介していきたいなと思います。まずはですね、コラシナツ、そして、ソレールが登場をしてましたね。前作ですね。前作のこの期間だったらパリ・サンジェルマン対マルセイユの試合がありましたので、そこでソレールとコラシナツという風な形ですね。勝てばプラス2という風なことも加味すると、結構いい能力で、出てきてはいましたし、これ結構コラシナツがね、ケミは難しいですけれども強かった、印象がありますね。そして続いてはエリオット、そしてベグホルストが登場をしてました。エリオット対ベグホルストというふうなことで、前作この期間中にですね、マンチェスター・ユナイテッド、そしてリバプールの試合が行われていたというふうなことですね。で、その注目のマッチをピックアップして、リバプールではエリオット、そしてユナイテッドでは当時ベグホルストがいましたので、そこで2人とも来ていたというふうなことですね。共に、それぞれ強かったんですけれども、特にやっぱりベグが良かったですね。ベグホルストに関しては、こちら結果的には負けてしまっ
てプラス2の恩恵は受けれなかったんですけど、エリオットがプラス2されたんですけれども、ベグはね、この88でもとんでもなかったですね。まあ、能力見ていただければわかるんですけれども、44にアップグレードされまして、身長197センチで、ジャンプもね、90あって、フィジカルも強くって、ヘディングも上手くって、で、かつ、リアクションレースが95あって、パスも上手かったので、まあ、今作、それこそショーダウンシリーズの中で、この人がもうまんま来ても多分みんな作るみたいな、それぐらいのね、選手、能力になってましたね。空中戦はもうむちゃくちゃ強いし、もう全部勝つまみたいな感じで、裏抜けしても、速いし、決めきれる力、レーサーも持ってるしっていう風な感じだったんで、それこそ結構ね、プラス2をされて欲しかった選手でもありますね。ただ、プラス2されなかったとしても、この88でもめっちゃ強かったから、みんな作ってたっていう風なことですね。多分、この時のね、ユナイテッド対リバプールに関しては、ユナイテッドをめっちゃ応援してたって方が多かったんじゃないかなという風には思いますね。まあ今年もこれぐらいの級のというか、選手が登場してほしいなと思いますね。こちらがショーダウンシリーズの解説になります。まあね、新別のカードっていうのはないんですけれども、SBC ショーダウンという風なことでね、盛り上がっていければいいなという風に思います。少しも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなとならチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。